母さんへの仕送り盗んだな。総額240万、全部返せ。突然夫に怒鳴られて、私はポカンとした。お前がそんな奴だとは思わなかった。離婚だ。義母がまた嘘を吹き込んだのだ。あのね、お母さんは実は。果たして彼は私と実母どちらを信じるのだろうか。私の名前は真紀子。結婚して4年が経つ。夫は則夫という。2年くらい前から義母の生活が苦しくなり、夫は毎月10万円の仕送りを始めた。彼はいわゆる高給取りである上、私も働いている。節約しながらやっていけた。夫の父は早くに亡くなり、苦労しながら育ててくれた母へ恩返しをしたいという彼の気持ちは当然だと思う。そんなある日、義母からランチに誘われた。息子を支えてくれて、私までお世話になっているお礼よ。と言われて向かったのは、一泊10万円近くもするホテルのランチ。日頃無縁の場所に入り、すっかり硬くなってしまった私に、義母は微笑んで言った。もっとリラックスして、料理を味わえないわよ。こことっても美味しいんだから。いらしたことがあるんですか？昔ね。久しぶりだけど、きっと味は変わってないはずよ。あ、のりおには内緒よ。2人分しか出せないから。冗談めかしたセリフに思わず笑うと、ふっと肩の力が抜けた。義母の言う通り、ホテルでしか食べれない料理を味わった後、帰りに義実家へ立ち寄った。義実家に上がるのは2年ぶりだ。義母の希望で、最近は我が家に集まることがほとんど。義実家とは電車で2駅の距離だから、往復もさほど苦ではないそうだ。リビングに上がると、隅に積み重なっている段ボール箱に目がいった。私の視線に気づいた義母が、やっぱり目立つわよね、と苦笑する。義母の家とはいえ、ぶしつけに見すぎてしまったと、私は恥じた。実はちょっと困ったことになってね。たった一度ランチをごちそうになっただけで、夫婦生活が壊される羽目になるなんて。リビングにある段ボール箱は全体のほんの一部で、他はすべてなくなった義母の夫の部屋にあるという。中身は数種類の同じ商品なのだとか。一体どうして注文数を間違えたのだろうかと思ったけれど、最初は儲かってたのよ。この一言で義母が何をしていたのか予測できてしまった。お母さん、それは。企業側が増産しなければ今頃はもっと楽しく暮らしてたのにね。二足三本の価値しかなくなってもう赤字よ。感心しませんよ、そういう転売は。お説教なんて聞きたくないわ。真紀子さんにちょっと力を貸してほしいのよ。このままじゃのりおの仕送りだけじゃやっていけなくなるから。なんと義母は次の転売品の買い占めの協力を求めてきた。できません。無理です。ここが潮時と思ってもうやめましょうよ。いやよ。私の第二の人生、思いっきりお金使いたいもの。どういうこと？夫が早くに死んじゃったから、私の細い給料を全部のりおのために使ったのよ。厳しく育てた甲斐があって今は高給取り。今度は私が尽くしてもらう番でしょ。この人は夫が何と言って仕送りを決めたか知っているのだろうか。義母のこの姿を見たら彼はどう思うだろう。母さんの暮らしが厳しくなってきたらしいんだ。2年ほど前のある日、夫が沈痛な面持ちで言った。義母は仕事をしているけれど、週に3日程度なので以前より収入は少ない。
年金受給の年齢になるまでは貯金を切り崩しながら暮らしている。マキコの方がよくわかってると思うけど、いろいろ値段が上がっただろう。そうね。うちはあなたのおかげで変わらない生活ができているけど、それでも今後のために節約をしている。母さんは俺のために休む間もなく働き続けてきたんだ。だから今度は俺が力になりたい。給料の一部を送ろうと思うんだけど、いいかな？反対なんてするわけないわ。あの時、夫は心から義母を心配していたというのに、うまくいっていた頃の転売で味を占めて人が変わったのか、母子家庭になった時からの遠大な計画だったのか。何にしろ夫には言えない。転売への協力を断り、逃げるように家に帰った日から何日か過ぎた頃、言いにくそうに夫が私に言った。この前、母さんからの相談を断ったんだって。相談？ランチに誘われたんだろ？ああ、それね。だって、その相談の内容が、とにかくできない相談だったの。ごちそうになったんだから少しくらい聞いてやれなかったのか？それはそうなんだけど、私には無理な内容だったの。どんな頼み事？ごめん、言えない。なんだよそれ。夫は不満そうにするけれど、私の口からは言えない。翌日の昼休み、義母に電話をした。あら、考え直してくれたの？これで借金しなくて済むわ。違います。本当にもうやめましょうって話です。もうターゲットは決まってるのよ。マキコさんにも分け前をあげるから、試しにやってみましょう。やりません。お母さん、企業側から警告文か何か届いてませんか？そんなの来てないわ。いろんな人がやってるものを黙認してるんじゃないの？今ならまだ引き返せるってことですよ。あのランチ、高かったのよね。食べるだけ食べて、なかなか神経ずぶといわね。代金返してもいいんですけど。冗談よ、怒らないで。とにかく余計な口出しはいらない。じゃあ切るわね。通話が切られたスマホを苦々しい思いで見つめた。どうしたら義母を止められるんだろう。思い悩んでいるうちに、だんだんと雲行きが怪しくなってきた。ある日、帰宅した夫が険しい表情で言った。お前、母さんの仕送りしたお金の使い方に口出ししてるんだって？明らかに私に対する非難の色があった。どうしてそんなことするんだ？本当は仕送りに反対だったのか？義母は私からの忠告をねじ曲げて伝えているようだ。でも、どう説明したらいいんだろう。いっそ全てを打ち明けてしまおうか。迷っていたら、夫の口調が鋭さを増した。通販の相談したら必要ないって怒鳴られたって言ってたぞ。それは事実のようで事実ではない。黙ってるってことは本当なんだな。なんでそんなことするんだよ。もう余計な口出しはしないでくれ。それ、お母さんにも言われたわ。そりゃそうだろう。お母さんのことは問題が明るみになるまで放っておいた方がいいのだろうか。しかし、彼女の場合の転売は犯罪行為だ。夫の大切な人が捕まってしまうかもしれないのに、見逃すしかない？考えが定まらないまま何日か過ぎたある日、義母から切羽詰まった様子の電話がかかってきた。どうしよう、ちょっと間違えちゃって、このままじゃ今月分の公共料金が支払えないの。悪いけど貸してくれない？儲けが来たらすぐ返すから。儲けって転売の儲けなんだろうなと思う。お母さん、のりおには言っちゃダメよ。仕送りの金額を増やしてなんて言ったら説明が面倒だからね。
どうしてもやめる気はないんですね。そんなに言うならやめてもいいけど、その分あなたが追加でくれるの？義母は私にはもう隠さないようだ。今回だけですよ。ありがとう。私がお母さんのことを企業側に訴える可能性も頭に留めておいてくださいね。義理とはいえ、親を脅してんじゃないわよ。生意気ね。義母の怒鳴り声が耳に突き刺さると同時に通話が切られた。間違えたって何を間違えたんだろう。大きなことにならなければいいけれど、私の胸は不安でいっぱいだ。義母への生活費の追加送金は次の月もその次の月も続いた。貸した分は確かに返ってくるけれど、またすぐに貸してと言ってくるのだ。もしかして転売計画は失敗続きなのでは。今月もきっと追加送金の要求が来ると思い、私はその前に電話をすることにした。あら、マキコさん、ちょうど電話しようと思ってたのよ。今月もまたお願いしてもいいかしら。お母さん、もしかしてうまくいってないんじゃないですか？本当にもうやめませんか？利益は増えてるから安心して。やり方をちょっと変えてみたら良くなったのよ。前ほど大きな利益にはならないけど。やめる気はなさそうだと感じ、ため息を吐いてしまった。とにかく一度うちに来なさい。現状を見れば納得するから。義母は勝手に日時を決めて電話を切った。私が言いたかったことは一言も言えなかった。後日、めんどくさい気持ちを引きずって義母を訪ねた。案内されたリビングで、さあ、これを見ればマキコさんの考えも変わるはずよ。と通帳を差し出される。これは、見ていいわよ。そういうので開いて見てみると、貯金は夫から聞いた金額の4分の1ほどまでに減り、毎月の仕送りは転売のための買い占めにほぼ使われていることが分かった。言っていた通り収入は増えていっているけれど、よくわからない多額の引き出しが気になった。お母さん、この引き出された大金はどうしたんです？それね、ネットカジノよ。やっぱりあんまり当たらないからやめようと思うんだけど、そんな時に限って大金が当たるのよね。まさか違法なやつじゃないですよね。さあ、知らないわ。ちょっと名の知れた人が宣伝してたから大丈夫なんじゃない？大丈夫じゃないこともあるんですよ。それよりも、これで損した分を取り戻せてることが分かったでしょ？店の値段の2倍で売れるのよ。欲しい人はそういう値段でも買うのよね。義母は楽しそうに指先で通帳を撫でる。あなたは仕送りがいつまで続くのか心配してるのかもしれないけど、あとちょっとよ。そうしたらあなたとのりおの助けもいらなくなるわ。義母は自信たっぷりに言い切った。でも私はそうは思わない。やっぱりもうやめましょう。こんなのいつまでも続きませんって。裁判沙汰になったらどうするんですか？そもそも必要な許可証は持ってるんですか？私が買ったものをどうしようと私の勝手でしょ？本来なら定価で買えた商品を2倍の価格でなんてきっと恨まれてますよ。関係ないわ。もう追加の仕送りはできません。どうしてよ。あと少しでいいの。さっき話したでしょ？私、子供ができたんです。これから何かとお金が必要になります。だから、もう遅れません。妊娠が分かったのは、ついこの前だ。タイミングがつかめなくて、まだ夫にも話していない。さすがに引っ込んでくれるだろうと思ったけれど、義母はますます力んだ。だったらなおさらこのチャンスを逃がしちゃダメよ。しっかり稼いでおくの。何はなくともお金よ。できません。すみません。もう帰ります。義母がやりすぎる前に、
夫に相談して止めてもらおうと思った。とはいえ、夫の母親への信頼は厚い。義母がねじ曲げて伝えた話を疑いもしない。でもそれは義母がやっていることを言わなかったせいもある。事実をきちんと伝えれば、全部を信じなくても疑問の一つくらいは持ってくれるかもしれない。ところが、母さんの仕送り盗んだな。言ったら言ったで、それは嘘だと返された上、こんなセリフをぶつけられた。盗んだって何よ。どこからそんな言葉が出てくるの？母さんのとこ行って通帳見せろって迫ったそうじゃないか。貯金があるから仕送りは必要ないとか言って、俺が送った分をお前の口座に移させたって。何それ。2年間も俺を騙して。総額240万、今すぐ全部返せ。さっきの私の話は全部嘘だって言うのね。母さんがお金をもてあそぶようなことするわけないだろう。切り詰めながら頑張ってきた人なんだから。だったら、お母さんの家に行って直接見てきてよ。そうしたらわかるから。必要ない。お前とは離婚するから。お前がこんなやつだとは思わなかった。この日、私たちは結婚以来初めて別々の部屋で寝て、朝はお互いの顔も見ずに出勤した。夜帰宅すると離婚届を突きつけられた。私のことを少しも信じない人なんて喜んでサインするわ。でも最後にもう一度言うわ。お母さんの通帳を見てみることね。私はサインをした用紙を突き返し、部屋に行って荷物をまとめ始めた。会社近くに部屋を借りてから2ヶ月が過ぎた。夫からも義母からも何の音沙汰もない。彼らのことがふと頭をよぎったとき、答えるようにスマホが鳴った。彼からだった。もしもし、マキコか？そうだよな。そうだけど、何か用？硬い声で応じると、弱々しい声が返してきた。お前が言ったこと、全部本当だった。それを知るのに2ヶ月もかかったの？違う。確かめたのはあれから間もなくだ。それで？事実確認の報告など今更だ。自然と冷たい対応になった。この2ヶ月は迷惑をかけた企業への謝罪と償いをしてたんだ。あれから間もなく、とうとう企業側から警告書が送られてきたそうだ。やはり義母は古物商許可を得ていなかったのだ。このまま続ければ裁判沙汰になると知った義母はすっかり臆してしまい、買い込んだものはかなりの低価格で手放したという。そして今まで高値で売って得た分については、企業側と話し合った金額分を賠償金として支払うことになったらしい。高値で販売してたのはその企業の商品だけじゃないからね。今はもういつ訴えられるかってビクビクしながら生活してるよ。私が何度忠告してもやめなかった人が、たった一通の警告書でこんなに変わるとは。税務署の人のふりして尋ねてみようかしら。追加徴税ですって。やめてくれ。もうすっかりやつれちゃってるんだ。倒れてしまうよ。でもちゃんと確認しておいた方がいいんじゃない？疲れたようなうめき声が聞こえてきた。この2ヶ月、お金のことで散々振り回されてきたのだろう。で、結局何の要件なのか。もし許してくれるなら、やり直したい。返事は今すぐじゃなくてもいい。嫌ならしつこくしない。信じなかったのは俺だから。彼に嘘を吐かれたことはない。もともと誠実な人だ。この言葉にも打算なんてないのだろう。信じてもらえなかったのは彼の母親への信頼が強すぎたから。その信頼ももう絶対ではなくなった。義母も
悪い意味での転売は二度としないだろう。けれど、夫の実母への信頼にひびが入ったように、私の夫への信頼も揺らいでしまった。実は子供ができたの。5ヶ月よ。この子には父親が必要。俺が父親だ。そうだろ。だいたいなんで黙ってたんだよ。さっきまでのしおれた感じはどこへやら、急に強気に出てきた。言える状況じゃなかったでしょ。彼はまた黙り込んでしまった。あなたとのことはすぐには決められない。でも、生まれてくる子供のことは話し合いましょう。わかった。私たちは日を改めて会うことになった。本当に彼とやり直すのか、決断には時間をかけて考えたい。通話を終えた後、少しだけほっとして大きくなってきたお腹を撫でた。